こんにちは、サフラン TV です。今回はサフラン TV for Twenties と題して学生や若い法律家を目指す人たち向けに、サフランの、小谷先生に活動についてお話をお伺いしたいと思います。本日、インタビューを務めさせていただきます大部と申します。稲村と申します。よろしくお願いします。お忙しいところありがとうございます。まず、普段その弁護士として、どういうお仕事をなさっているのかっていうのをちょっと分かりやすく説明していただければ。そうですね、私は比較的珍しいと思うんですけれども、歴史的建造物の保存とかそういう活動を主にやっています。で、それ以外にもですね、不動産関係全般を専門に弁護士としてやっております。その中で、今回サフラン TV ということなのでサフランのお話をお伺いしたいんですけれども、サフランというこの団体に関わろうと思われたきっかけとかあったら教えていただいてよろしいですか？きっかけは特にないんですけれども、やはりその311で原発事故があって、やはりそれでいろいろと苦労されている方がいると、当然弁護士としてやはり何かできないのかって思った時に、サフランがあって、自然と活動に参加するようになりました。先生、3.11 があった時に何か感じたこととか、3.11って先生にとってどんなものだったかって教えていただいてもいいですか？どんなものだったかっていうのはなかなか難しいんですけれども、やはりその、人間がその予測し得る範囲っていうのは、限られているんだろうなと。やはりこういう自然災害も、当時想定外という話がいろいろあったんですけれども、やはりその過去の歴史からするとやはり起こりうるものだし、結局そういったものを、きちんと、人間が予測できない、そういう中でやはりやっていいこととやっていけないこと、そういったものをきちんと考えるべきなんじゃないかなとは思いました。要するにやっていいことやって悪いことっていうのはその原発というものの存在が本当に認められうるのか、そういったところを改めて考えたということです。このサフランの活動の中で丸森筆法の、ADR があったと思うんですけれども、その原告団の団長されてたというお話を聞いたんですが、まず今回若い人向けということなんで、まずその原告団というようなものって一体何なのか、あるいは何でそういうものに関わろうと思われたのかということを教えていただいてもよろしいですか？なかなか難しい質問ですね。私にとってそういうのをやるのはあまりに自然なんで、そうなんですね。あまり理由っていうのは考えたことはないんですけれども、やはりもともと環境法をずっと学んできて、やはり四大公害訴訟をはじめ公害の歴史とかを見てきて、で結局時々にですね、必要な支援が受けられない、あるいは賠償が受けられない、で結局賠償請求のために何十年も法廷闘争をしている、そういう歴史を見てきたので、やはり今回のこの原発事故でそういう歴史を繰り返してほしくないという思いはありました。でそういう中でやはりきちんと、初期の段階で賠償請求を認めさせる、でそれによって被害者であることを、東電やあるいは国に対して認めさせるというのがやはり重要なのかなと思ってやっています。そうすると原告団として原告団を組んで具体的にどういった活動をされているのかっていう部分についても教えていただければ。そうですね、原告団といいますか、その丸森町の筆法については、やはり筆法地区にお住まいの方がですね、9割以上参加したんですけれども、やはりこれだけの方が、中央のですね、政府文部科学省の設置のもとに設置された原職賠償紛争審査会、その基準に納得いっていない、これは極めて大きな事実だったと思いますし、だからまずもってそういう人たちのほとんどが納得いってないということを示す。であとは納得いっていない理由というものをやはり法律家の立場からきちんと翻訳してあげるといいますか、素朴な言葉というものを法律の言葉に置き換えてきちんと伝えようということを心がけておりました。普通の事件とかだと原告の方って1人だったり、会社だったり、ある程度一つの統一的な意思を持っている方だと思うんですけれども、そういう一つの町といういろんな考えを持っている人を、原告団としてその考えを代弁するということの苦労とかって何かあったら教えていただけますか？
丸森町のヒッポについてはあまり苦労はなかったです。あ、そうなんこれなぜかというと、その現地にですね、やはり多くの住民から慕われている、その方がいて、でその方が本当に取りまとめてくださっていたので、そういった苦労は特にありませんでした。そうもうみんなから上がっている声をやっぱりきちんと法律として翻訳をしてくれる人が必要だったっていうことそうですね。私はそういうふうに思ってます。具体的にそれはどういう感じの成果として結実したんですか？まずその成果としては、福島県外で初めて福島県と同等の賠償が実現したということだと思います。やはりですね、この賠償の問題しかり、それ以外もそうですけれども、この原発事故の問題を福島だけの問題にしようという、その圧力が有形無形にある中で、やはりその一つの事実として、宮城県の南部、それでも福島県と同等の賠償があり得るんだよということを示せたのは大きいと思います。わかりました。ちょっとフランクな質問をしていいですか？はい、どうぞ。今先生がいろんなお話、サフランのお話を聞いて、ちょっと思ったのは、先生にとってのこの活動のモチベーションって何ですか？モチベーションですか。先生を突き放すものって何ですか？やはり先ほど言った通り、その環境法を学んできて、やはりその公害の過去を見てきて、やらなくちゃいけないなという気持ちですね。やはり私はまだ30前半で、この先20年30年、生きている可能性も多い中で、そういうスパンで末性障害とか、そういう問題が起きた時に当時何があったのか、そういったものをきちんと伝えられる人というのがとても大切になると思うんですね。なので私としてはやはり今この30代の世代がこういった問題に取り組むのが大切だと思ってますし、その一人としてやはりやるべきだと思ってやっています。なるほど。そしたらですね、最後にですね、ちょっと時間の方なので最後に今回のですね、420ということで、これから放送になろうかなと思ってる人、あるいは、今若手の弁護士をされてる方、あるいはもう学生の方向けにこの番組配信をさせていただいてるんですけれども、その人たち向けにメッセージをいただければと思うんですが、もしよろしければお願いします。どうぞ。やはりまず現場に行ってその当事者の声を聞くことから始めてほしいと思います。多くの場合どうしても机上の空論になりがちで、やはりそういう言葉はどうしても力を持たない。やはり当事者の声を聞いて、そして考えて実行してやはり変えられるんだと思うので、ぜひそういうふうにやっていってほしいと思っております。はい、わかりました。それでは本日ありがとうございました。以上で本日のサフラン TV420 を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。